皆さん、こんにちは。ゆりずマインドカフェのゆりです。お元気でしょうか？私は元気です。今日は昼のつれづれという雑談コーナーの第2回目ですね。前回第1回目をして、みんな楽しんでいただけたみたいですので、しばらく続けようかなと思っています。いいねとコメントで感想を教えてくれた方々、ありがとうございました。はい、しばらく続けたいと思います。このコーナーは中級から上級の方に向けて、私が台本はゼロで友達とおしゃべりするみたいに、タメ語で雑談をしゃべる。そんなコーナーだね。です。今日はね、近況報告を久しぶりなのでしようと思ってて、めっちゃ久しぶりの投稿だよね。3週間かな ?4 週間は行ってないよね。それぐらいだよね。はい。みんな、4月はどうだった？充実した楽しい4月を過ごせたかな？私は結構ね、充実した4月を過ごしたね。第1回のつれづれのポッドキャストで話したんだけど、結構ね、散々な3月、散々な1ヶ月だったんだよね。でも、4月は充実して過ごしたかな。キャンプとか行って遊んだりもしたし、運動習慣とか、早寝早起き、生活とかも全部崩れてたんだけど、4月はそれをこう取り戻せた1ヶ月かな。で、そう。あとゲームもめっちゃした。みんなスタデューバレーって知ってる？結構有名なゲームだよね、スタデューバレー。今さ、それにめっちゃハマってて、夫と2人でしてるんだけど、マジで今、日本はゴールデンウィークなんだけど、ほんと1日で8時間ぐらいしてたかも。めちゃくちゃしてるよね。2人でさ、なんだっけ、スナップエンドウ育てたりとかしててさ、めちゃくちゃハマってて、今ね、4年目なんだよね。そう、楽しすぎてめっちゃハマってるんだけど、ちょっと4月はそういう風な感じでいっぱいそのリフレッシュもしたし、生活の基盤も整ったので、5月はね、YouTube の投稿を定期更新にね、1月、2月みたいに戻したいなって思ってるんだよね。で、今日、5月5日で火曜日なんだけど、火曜日は、雑談のこのつれづれのポッドキャストを毎週投稿できたらいいなって思っております。はい。それで、木曜日はジャパニーズポッドキャストって言って赤い服着てるやつ、ちょっと難しい真面目な話をしてるかな？どうだろうか？その投稿したいなって毎週ね、思ってるんだけど、だから火曜日と木曜日の投稿ね。でもちょっと、ジャパニーズポッドキャストは台本作る、話の流れを作るのに、ちょっとね、時間がかかるから、もしかしたら隔週になるかもしれないね。そんな感じで投稿の曜日も決めて頑張ろうと思っておりますね。そんな感じかな。近況報告は。みんなは5月はどんな5月にする予定かな。日本は今ゴールデンウィークがまだ続いているから、休みの人が多いね。どっか旅行行ったりとか、帰省したりとか、そういう人が多いかな。よかったらみんなの5月の目標、こういうことやるとかあったら教えてね。最近ね、ペイトレオンを始めたんだけど、何人か入ってくれてありがとうございます。そっちで、その私の、近況報告の投稿、つぶやきの投稿みたいなのをしようかなって思ってるんだよね。YouTube に投稿できるのみんな知ってるかな？私とかチャンネル持ってたら YouTube にテキストだけを投稿できる、場所があるんだけど、なんかね、何回か投稿してみたんだけど、ちょっとやっぱこっちで投稿するの違うなと思って、どうしようかなって考えてたんだけど、ペイトレオンの方で、
ちょっと今日は投稿できないとか、しばらく忙しいとか、こういうラーメン食べたとか、美味しいからみんな行ってみてねとか、そういう些細な投稿は、ペイトリオンの方でしようかなって思ってるんだよね。一旦ね、長期的に見たら変わるかもしれないけど、しばらくそれでいこうかなって思ってて、だからみんな、もしそういう私の日常が気になる人は、ペイトレオンに登録してもらえると嬉しいです。無料会員の登録で見れるようにしておくので、ぜひ登録してください。そんな感じ。もしかしたら、今回また3週間ぐらい投稿が空いて、YouTube のね、心配してくださった方がいるかなと思って、それも一個あって、やってみようって思ったんだよね。この後設定をして、準備するので、よいしょ。ぜひ登録してください。ほんで、次は、近況報告ということで、最近借りた本をさ、ちょっと紹介しようかなと思って、こんな感じ。これ全部図書館で借りてるんだけど、じゃん。これをさ、ちょっと1週間ぐらいで読むかなって思っていて、貧乏国日本とか、ちょっと面白いタイトルじゃない？確かに日本は貧乏になったよね。あと、日本人の給料はなぜこんなに安いのか、みんな気にならない？日本人の給料安いって結構有名だよね。そう。これも今途中まで読んでる。あとね、面白いなと思ったのが、この他者の靴を履く。このタイトルめっちゃ秀逸じゃない？これ。他者の靴を履く。すごい素敵なタイトルじゃないですか。私めっちゃ好きなんやけど、なんやろうって思った。中身はね、認知的共感性って、心理学の話なのかな、前半は。まだね、前半しか読んでないんだけど、でもこれは海外では有名らしいね。どこに書いてあったかな。海外ではエンパシーっていうのかな。認知的共感性のこと。そう。知ってる？みんなは。有名らしいけど。これはね、面白かったから、読んだ後多分、ジャパニーズポッドキャストの方で話すと思う。楽しみにしていてください。みんなは本は読むかな？私、ああいうさっき紹介したようなタイトルがめちゃくちゃ好きなんだよね。日本語として、その文字の単語の選択っていうの。私、その日本語の単語がすごく好きなので、めっちゃくちゃテンション上がったかも。今年入って一番テンション上がったかも。この本のタイトルを見つけたとき。そう、それぐらいめっちゃいいタイトルって思った本だね。で、次行きます。まださ、雑談ポッドキャストの感じが慣れてないから、ちょっと時々ぎこちない時があるよね。次は、恋愛トークをしたいんだけど、さっきさ、洗濯物を干したんだけど、その時多分虫が入ってきた。ちょっとめっちゃ気になる。今いなくなっちゃった。まあいいや。前々回かな。日本人は4人に1人マッチングアプリで結婚してるっていう動画を出したんだけど、それを出したら、YouTube のおすすめ欄が、その恋愛系のマッチングアプリのやつで埋まっちゃったんだよね。私のそのおすすめ欄が。でさ、興味が湧くじゃん。みんなタイトルつけるのうまいからさ。で、何個か見てたんだけど、そしたら、それはそれでめっちゃ話したいことがあるんだけど、それを見てるうちに、海外の人が日本人との恋愛で悩むこととか、日本人男性に思うこととか、そういう動画もおすすめ欄に出てきたんだよね。で、それもまたいっぱい見て、一個見ると止まんないよね、YouTube は。そう。で、今めっちゃ恋愛の話したい気持ちになってる。
でもいくつも話せないから、マッチングアプリもマッチングアプリで話したいんだけど、その後見たのが海外の人の日本人の印象の話で引っかかったことがあって、ちょっとそれをみんなに聞きたいんだよね。で、どんな動画が多かったかっていうと、まずこれメモしたんだけど、日本人はデートの3回目で告白する文化がある。これみんなもそう思ってる？なんか面白いよね。で、2つ目。日本人男性はロマンチストな人が少ない。これはどうですか？で、3つ目。恋人になったら連絡を取り合わない。合ってる？みんなのイメージと。最後。日本人男性はあまり尽くしてくれない。あと、恋愛表現をしない。どうでしょうか？みんなのイメージと合ってるんかな？私はね、全部逆だと思ってて、だからすごい引っかかったんだよね。どうなんだろう。なんでそう思うんだろうって思って、一番最初の話だとさ、デートの3回目で告白する文化があるっていうのは、多分ね、最近出てきたと思う。私が高校生の時はそういうルールはなかった。うん。3回じゃ何にもわかんないよね。みんなもわかると思うんだけどさ、3回遊んだだけじゃあんまりわかんないと思うから、その人がどんな人か。だから、普通に考えてそれは、ちょっと普通じゃないよね。で思ったんだけど、多分マッチングアプリが流行り始めて、そういうルールができてきたんじゃないかなって思ったんだけど、みんなはどう思う？なんかさ、マッチングアプリはみんな同時並行でいろんな人と会うから、男性側も女性側もね。だから多分3回目ぐらいで好意を伝えないと、なんかダメなんだろうね。確かに私の夫と私は、マッチングアプリで会って結婚したんだけど、夫はね、4回目に告白したって言ってた。私はちょっと覚えてなかったんだけど、そうそうそう。で、なんでかっていう話を聞いたら、やっぱりなんていうの、検索したら、最初の方に、その3回目で決めるべきみたいなのが出てくるんだって。ハウツーとして、恋愛ハウツーとしてね。で、私もそれを聞いた後に調べてみたら、確かに出てくるんだよね。上の方に。でさ、それをさ、書いてる、なんていうの、書いてる人がどういう立ち位置かっていうと、恋愛系の会社なことが多い。だから多分、そういう婚活とかマッチングアプリとかやってる会社が3回目で告白するのがいいって広めてるんじゃないかなって私は思ったんだけど、まあ雑談だからあんまり調べてないよ。私はそう思ってだけね。それがめっちゃ市民権得たんだろうね。今や、だってみんな普通に3回目で告白ってなんとなく思ってるから、マッチングアプリに限らずね、知ってはいるよね。そう。でも3回目って結構きついよね。私も夫に告白された時、結構びっくりした記憶がある。まだわかんないけどっていう感じ。そう。みんなはどう思う？ 3 回目で告白。そもそもみんなの国には告白がないっていう文化な可能性も高いよね。告白するっていうのは日本独自の文化だと思うから、なんかね、変な感じするよね。3回目で告白って。告白は、馴染みのない国だと、ちょっとわかりにくいかもしれないけど、好意を伝える文化っていうのはみんな知ってると思うんだけどさ、告白するってことは、お互いがお互いに決めるっていうことになるんだよね。だから他の人と、恋愛的に、ご飯行ったりとか、夜遊んだりとか、そういうことは
しないよねっていう感じの契約、一種の契約みたいな感じなんだよね。そう。だからその告白を受け入れた後に男の子とその夜遊んだりとかしたら、まあ男の子の場合は女の子とだよね。遊んだりすると、それでもしその体の関係がなくても浮気っていう人がいる。うん。そう。告白したらお互いがお互いのことだけ見るっていうことに了承するっていうのがベーシックな日本人の見解かなって思うんだよね。で、それが覚悟がないと、やっぱり男女ともに告白して付き合ったけど、よそ見しちゃって、それが原因ですぐ別れちゃうっていうのは結構ある。うんうんうん。で、男女の友達が成立するかしないかっていうとこにも関わってくるんだけど、まだ付き合ってない段階でも、ちょっと気が合うかもっていう人と、こう、二人で男女が会うと、なんかね、それはもうなんていうの、友達というか、告白とか交際に向けた、こう、一連の流れみたいな、そういう感じの、なんて言うんだろうね、儀式じゃないけど、そういう感じで扱われることって結構あるんだよね。日本はね、男女の友達を作るのは、結構難しいかな。私は男性の友達と女性の友達は半々ぐらいいるタイプなんだけど、多分珍しい。いないことはないけど、少ないと思うんだよね。そう。異性とね、学校とかで二人で歩いてると、それだけで付き合ってるんじゃないかって噂される。絶対噂されるぐらい、ちょっと、なんだろう。変っていうか、目立つだよね。男女が歩いてると。うん。でもさ、マッチングアプリはさ、さっきも言ったかもしれないけど、みんな同時にいろんな男女と会うじゃん。で、その中で多分告白っていう文化がちょっと、なんか浮いてきてる気がするよね。合ってないっていうか、アプリの出会い方と告白っていう昔からある文化がちょっと合ってない、マッチングしてない感じがする。私的には。うーん。そもそもさ、実際のところ日本人の恋愛はそんなに他の自由恋愛の国と大きく違わないと思うんだよね。どういうことかっていうと、例えば高校生とかだったら、日本は少女漫画がいっぱいあるから、イメージがある人もいると思うんだけど、普通にクラスで、毎日顔を合わせて、この人いいなとか、かっこいいなとか、かわいいなとか、優しいなとか、頼りになるなとか、いろいろ思って、そこからちょっと勇気出して、学食に誘ったりとか、放課後、カラオケに誘ったりとか、私があったのは、なんか河川敷川のところで、なんかスーパーじゃなくてコンビニで、なんかちょっとお菓子とか飲み物買って、そこで座ってずっと喋るみたいな。お金ないからね、高校生の時は。そう。で、そうやって、なんかちょっとずつ恋を育むみたいな。そんな感じだよね。みんなも一緒だよね、多分ね。うんうん。そうそう。で、長い人だと、普通に1年とか2年とか、なんか関係性があってから告白する人も多かった。高校の時はね。大学もそうだと思う。何ヶ月とか、ゆっくり人を好きになっていって、いいとこも悪いとこも知った上で告白して付き合うっていうのは、普通、日本でも普通にあることだよね。うん。大学もやっぱ授業が一緒でとか、サークルが一緒でとか、そんな感じで恋愛関係になるし、やっぱり毎日顔を合わせて、その中で好きになっていってっていうのが主流だと思うんだよね。でも、社会人になると、それがちょっと変わって、大企業だったらまた話が違うんだけど、中小だと、新入社員が一人とかいうことも普通にあるんだよね。で、周りはみんな自分より20歳、30歳年上みたいなことも普通にあるから、そういう場合は出会いがない。うん。そうなると、
恋人を作ろうと思うと、マッチングアプリとか、バーに行ったり、合コンに行ったり、マチコンに行ったり、あと友達に紹介してもらったり、そういうのが増えると思う。私の経験だとね。で、多分、ここからその3回目の告白っていうのが出てくると思うの。そう。大学生までは多分普通じゃないと思う。3回目の告白は。で、マッチングアプリは多分、3回目で告白しなきゃって思う男性と3回目で告白されるだろう。もし私に気があるならっていう女性の2人の、なんていうの、思い込みがあるよね。暗黙のルールがあるから、それに沿ってみんな動くよね。みんな本当は3回目で決め手にかけるって思いつつも、そういう暗黙のルールに従わなきゃって思って、告白するんじゃないかな、3回目に。って私は思った。みんなはどう思いますか？どうだろう。でも実際のところは個人個人に日本人に3回目で告白ってどう思うって聞いたら、多分回数じゃないって返ってくることが多いと思う。答えとして。でもさ、日本人はさ、基準とかルールを守るのが好きな人は結構多いから、やっぱね、自分が実際のその立場になったら不安になるんだよね。ちなみにさ、みんながなんとなくしんどいって思いながらも、そのルールを守る状態って、心理学で専門用語があるんだけど、みんな知ってる？思いつく？これは、多元的無知っていう現象なんだけど、私が大学に行ってる時にそれを専門で、研究してる先輩がいたんだけどさ、本当に面白い現象だよね。みんなそれぞれは嫌だって思ってて、ちょっとやめたいなって思ってるんだけど、自分以外の人はそれを続けたいだろうなって勝手に推測してしまって、みんなが嫌だと思ってるルールがそのまま続いていくっていうことを、多元的無知って言うんだけど、なんか面白い現象だなって思う。よかったらみんなの国ではどんな恋愛のルートが普通か教えてください。最後に私のちょっとね、おすすめのお菓子を紹介したいんだよね。これなんだけど、みんな知ってる？日本に住んでる海外の方なら見たことがあるかもしれない。チップスターの紀州の梅味。これめっちゃ美味しいの。みんな食べてほしい。一回食べてほしい。もし見つけたら。でもね、期間限定かもしんないね。チップスター自体はさ、みんなの国にももしかしたら置いてあるかもしんないけど、紀州の梅のね、風味がめっちゃして、なんかね、ちょっと甘いかも。甘じょっぱい感じ。日本人は甘じょっぱいものがめっちゃ好きだから、そう。でもあんまりね、置いてないの。ほんでさ、私ちょっと好きすぎてさ、見てください。段ボールで1箱買いました。めっちゃおもろくない？本気で好きだから。見てください。ちょっと食べちゃったけどさ。これは本当におすすめなの。みんなに食べてほしい。ぜひ、もし見つけたら一回ね、食べてみて。これは私は Amazon で買った。なくなったら困るからさ。なんかさ、お菓子って結構なくなるよね。私、昔、なんていうやつだったっけ？ちょっと今日喋ろうと思って調べたんだけど、スナイダーズっていうお菓子みんな知ってる？なんか、今多分ここに画像を表示しますけど、多分ね、ここに表示されてるけど、スナイダーズっていう、キャラメルのプレッツェルを砕いたやつが子供の時めっちゃ好きで、お母さんがよく食べてたんだけど、それをちょっともらうのがすごく好きだったんだよね。でも大人になったら消えてたんだよ。で、なんか調べたらちょっと体に良くないものがいっぱい入ってたとかで売れなくなっちゃった、日本で。そうそう。で、なくなっちゃったんだけど、いやー、もっと食べてればよかった。体には悪いんだけどさ、もう食べれないなら
食べとけばよかった。でさ、似たような製品は日本にいっぱいあるんだけど、これがやっぱり一番美味しかったんだよね。思い出補正かな。そう、なんかそういうのあるよね。昔好きだったけど、知らないうちに消えてしまったもの。みんなはある？私もう一個あって、もう一個はハーゲンダッツなんだけど、私が子供の時は実店舗があったの。自分でアルバイトとか始めた時に自分で行こうって思ったら、なんかもうなかった。そう、撤退しちゃってなくなっちゃったんだよね。今日本にはハーゲンダッツのカップが普通に売ってるんだけど、これどこに行っても売ってるんだけど、でもやっぱ店舗で食べる方が美味しく感じない？これも思い出補正かな。めっちゃ美味しかったんだよね。そう、悲しい。だから、そういう経験を踏まえて、私は好きなお菓子とか食べ物に出会った時は、もうね、箱で、段ボールで買うって決めてるの。そう。好きなものは、その時にちゃんとお金を払って投資しないと、将来なくなってる可能性があるということを2回の経験で学んで、そう。で、広めたい。これを。広めたら、なくならず、ずっと、この、なんていうの、人気だったらあるかもしんないじゃん。せっかく YouTube でポッドキャストをしてるから、これも広めようと思って、またちょいちょい出てくるかもしれん。今ね、もしかしたら季節外れで、みんながスーパーに行ってもないかもしれないから、またスーパーに行って見かけるようになったら、もう一度宣伝するかもしれない。これ。ぜひ食べてみてね。めっちゃくちゃ美味しいから。うん。お願いします。はい。そんな感じで、しょうもない話が最後になったんだけど、雑談のポッドキャストでまあ別にいいよね。よかったらみんなのおすすめのお菓子も教えてね。食べれそうなら食べてみようかなって思うので。はい。じゃあまた今日はこの辺にして次のエピソードでお会いしましょう。バイバーイ。